で、まず基礎的なことですね。ちょっと待ってくださいね、すみません。はい、まずどんなキャラクターか。はい。コパンが6フレです。で、下段は7フレと。ここら辺は他と変わらないんですが、注目してほしいのが、硬直さですね。まずガードさしてマイナス2しかありません。ほとんどのキャラクターは、3だったり、大体3とかなんですよ。このキャラクターはガードさしてマイナス2なので、片目の時、結構遅らせても暴れ潰しが成立します。これが、一応黒ベジのまず、コパンの強み。1点目ですね。ちょっと他とは違う、硬直差マイナス2っていう部分が、他のキャラクターとは違う強い部分であります。で、次、立ち B。立ち B とか、シャガ B は、超ベジとそんなに変わりません。5C は若干、黒ベジの方が長いです。前進する距離が長くなっております。しゃがみ C ですね。はい、で、236で出る、この攻撃。これは、超ベジータと同じようなキックになってますが、若干ですが、リーチは黒ベジの方が長かったはず。その代わりガード硬直さがこっちの方が少ないっていう感じになります。で、B 番が、相手をすり抜ける攻撃になります。なので、相手が、例えば、こういう風にアシストを出している時ですね。そのまま、アシストごと焼き切ってくれるので、こういう風にですね、アシストごと焼き切ってこっちのターンにすることができるので非常に強いです。なんといってもこの C 番ですね。C 番は、4フレ目から無敵になって相手の後ろから現れる技になっております。こちらは一応リフレクトから気弾など何かすると反撃は確定にはなっておりますが、後ほど説明するんですけれども、この竜巻で出る技ですね。この C 番、これとこれの見分けがつきません。なので光ってからリフをしたいんですが、光ってからこっちリフしてしまうと、普通にコンボ広がれます。という風にコンボ拾われるんで、非常に強い技になっております。はい、ごめんなさい。先に必殺技言っちゃいましたが、5D は、こいつ、気弾でかなり強いです。超ベジータと同じ8発なんですが、気弾を撃つスピードが速いため、打ち合いになった時に勝ちます。大体のキャラクターの気弾の打ち方ってこういう風に遅いんですよ。同時に出しても、こういう風にですね、速度が速いため、打ち合いになった時に勝つっていうメリットがあり、かつ8発と、気弾も最強クラスになっております。あとはジャンプ攻撃ですね。この気弾。ジャンプで、空中で停滞しないタイプの気弾を投げるタイプになりますね。立ち回りで、こういう風に空中バックダッシュをしながら気弾を打つと、相手はなかなか走ってきづらいので、上から行くしかなくなるという感じになります。なので、立ち回りで非常に強い技になっております。で、今回から、追加されました、上を押しながら気弾を打つと、真下に投げる気弾を今回打つようになりました。なので、相手がダッシュで潜り込んできたって時は、後ろ下がりながら、この下気弾を打ちましょう。じゃあ、潜られることが少なくなります。といっても、この気弾をね、低めに投げると、別に、補うことはできるんですけれども、どっちでもいいです。あとは、ごめんなさい。下ボタンを押しながら気弾を投げると上に投げます。で、手前方向のガード方向に押すと手前に投げることができます。これはね、置き攻めとかで、たまに使ったら、相手はとっさなんで何もできずにっていう風になるんで、とか、もしくは、固めてるとき、アシストが返ってきてほしいなって時ですね。こうやって固めてて、こういう風にやると、お茶を濁す感じでもう一回固め直すことができます。本当にこれは結構甘いコードではあるんですけれども、たまにやると強いです。とっさには返せないんでね、相手に。
ジャンプ攻撃はほぼベジータと同じです。スーパーベジータと同じで、ジャンプ C はちょっとモーション違いますね。基本的にはほぼ同じっていう感じです。ジャンプ A、ジャンプ B、ジャンプ C、ジャンプ 2C って感じですね。必殺技で、この竜巻で出るやつなんですけれども、このガードを刺した後、後ろに入れるか、もしくは前に入れるかで、どっちに行くか自分で選ぶことが可能になっております。中盤はしっかり拾うことができます。はい。で、竜巻、波動、はい、剣山ですね。はい。紀元山ですけれども、何もしてない状態だと、こういう風な、ベクトルで投げます。下の方向に入れておくと、横にリーチが長くなります。上に入れると、斜め上に、斜めじゃないですね。ほぼ真上に飛ぶような紀元山を投げます。で、ベジータの、ちょっと若干の弱点と言いますか、上から来られるのが結構苦手なんですけれども、紀元山でそれを補うことができますんで、これは、結構、アシストとかなくなって、上から来るどうしようっていう時に紀元山を投げておくと、上もカバーできるっていう感じの使い方でいいかなっていうふうに思います。あとは、竜巻 C 紹介したジャンプ。あ、そうや、これや。はい。で、こいつは、214気弾攻撃で、スライドダウン中の相手を引きずり下ろすことができます。やってみます。間違えた。4コンボでいいか。で、こういう風にスライドダウンした後にこういう風に引っ張り出すことができて、この後最後ですね。これをやった後に必殺技をするとダメージが上がります。なので、最後締めるときは絶対にこれを絡めてから締めるのがいいです。で、直でスライドダウンを取った場合は演出が起こってそのままヒラを回すことができるっていう感じですね。2つの、用途があるので、これはよく使う技になります。あとは、超必殺技ですね。こいつは1ゲージ技は、飛び上がってからギャリック砲を撃つ技です。空中でも撃てます。ただ空中では3ゲージはありません。で、3ゲージですけれども、こいつの3ゲージの後の状況は、多分どのキャラを含めても一番強いかなっていうぐらいの強さをしております。これをやった後に、ジャンプ2種をやった後、空中ダッシュジャンプ A と下段が暴れに勝ちます。なので実質、リフと読み合いにはなりますが、相手がガンガードをしている場合は、中段と下段の2択が飛んでくるっていう感じですね。実際にやってみます。こんばんは。一応ハイジャンプでやった方が猶予が伸びます。こんな感じですね。これが今のが、中段卓です。これが下段卓です。ちょっと高かったですけど。はい。こんな感じでやると、相手はガードできません。あとは、全部言ったか。キラン2、押し、OK。で、簡単なコンボですね。中央は別に一番端に運べばいいです。ベジータと変わらずに、普通に、しゃがみ B から拾って、空中で上に上げて、でから叩き落とすっていう感じでいいと思います。一応、
まあ、一応ダッシュ関節つけながら中央で画面端まで運ぶコンボあるんですけれども、まあ、それはまた、多分他の方のやつを見た方がいいかもです。で、橋なんですけれども、橋は、ジャン D のループコンがあります。なんか 2C とかそういうので打ち上げた時ですね、まずジャン B から入って気弾を打ちます。で、LLS、LLS、LLS ってやると、こういう風なコンボになります。音ゲーです。タイミングを覚えてください。ジャン、気弾の後のジャンプ L が最速。で、その後のジャンプ L が、ディレイ。そこでしかディレイは言いません。ジャンプ S、ジャンプ L 最速、ディレイジャンプ L、最速ジャンプ S、最速ジャンプ L、ディレイジャンプ L みたいな感じですね。LLS、LLS、LLS です。こんな感じです。タイミングを覚えてください、しっかり。マジ音です。はい。って感じですね。もしくは、地上でコンボに行った方が重たい場合もあります。これもまあ 2C からとか、行くと、こっちの方が減るんですけれども、もしくは、後ろで悟空とか他のキャラクターが打ち上げた時ですね。こういう風に交代をすると、ベジータの方が伸びたりする時はありますが、基本、ベジータが前の時は 2B、ジャン B、2B、5B、ジャンプ B、ジャンプ S、波動。それからこの広い。この後は全部最速で。まあ、こんなんでいいっす。コンボはこれでいけるんで。そうですね。はい。このコンボは、マジで、何だっけ。TDS 見てください。ほんまにこれだけです。もうレバー入れないです。ボタンだけ覚えてください。押す場所を覚える。暗記ゲーです。ハイキック、まあ、まず、一番初めはハイキックでやりましょう。ハイキック、超ダッシュ、ジャンプ M、ジャンプ L、着地、で、ジャンプ M、ジャンプ S、着地、で、弱パン、ハイキック、超ダッシュ。で、中パン、気弾、着地、小パン、ハイキックみたいな感じなんで、もう押す場所を覚えたらいいです。こんな感じです。で、最後は A 連。で、締めて、竜巻、拾って、死ねー。で、ジャンプに石から置き攻めっていう感じでいいですね。そう、レバー入れないんで、もうボタンを覚えたりです。ポン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 みたいな感じで。初めは、手がテンパると思うんですけれども、慣れてきたら勝手に手が動きます。はい。で、アシストですね、次は。はい、アシストは、剣山を投げます。まあ、この剣山、速くなって、若干強くなりましたが、まだやっぱりそこまで強くないです。まあ、避難属性で、まあ、ちょっと上もカバーするアシストですよって感じですね。で、スーパーダッシュキック。こいつのスーパーダッシュキック、違うのが、一応、スーパーベジータでも、スーパーダッシュキックなんですよ。ただ、こいつは、まず、ガード硬直差が、ガードさして25しかありません。なので、レンガの連携が組みにくいです。で、スーパーベジータの方は31フレあるので、レンガの方が組みやすくなっております。ですが、こいつのいい点としては、見ていただいたらわかるんですけれども、フリーザの後ろに貫通してますよね。なので、相手のアシストが出ているときですね。さっき僕が B スーパーダッシュキックをやってたんですけれども、そんな感じで後ろのアシストを焼くことができます。こんな感じですね。一緒に焼くことができるので、ここが、スーパーじゃないです。普通のベジータの黒ベジのいいところになりますね。
はい。で、この最後は汚ねえ花火ですね。これは、ジャンプじゃなくていいか。ごめん。はい。アンチエア技です。あ、そうや、説明するの忘れた。なので、相手が空中にいるときにしっかりアンチエアで刺すことができます。まあ、これは正直、超ベジの方の劣化版って感じですね。超ベジの方は完全無敵で上に上がっていくんですけれども、ベジータの方はアンチエアしかついてないと。まあ、ここはちょっと若干劣るところではあります。で、今回、追加されたんですけれども、エーレン3段目ですね、アンチエアがつきました。これですね。相手が空中から攻撃していても、アンチ相殺した。はい、こんな感じで、相手の空中攻撃を潰す技になったので、一応対空として使います。パンタのコンボ説明した。で、長所なんですけれども、まず、ベジータは本当に、さっきも言った、こういう風な、骨盤はマイナスに触れ、立ち回りはこの気弾で圧倒できたりとか、通常気弾も、8発撃って最大組、かつ、気弾のスピードが速いので打ち合いには負けづらい。立ち回りは波動 C だったり、波動 B だったり、突っ込む技がある。で、崩しも、強いですし、3ゲージからの置き攻めも最強です。なので、前に出た時は、ベジータは本当に、多分、どのキャラクターよりも一番強いと思います。ただ、こいつのデメリットとしては、やっぱりアシストですね。後ろに回った時、どうしてもアシストが弱いかなっていうふうに思います。スーパーダッシュキックもそうですし、汚ね花火だ C もですね、まあ、若干やっぱり、アシストとしては、まあ、若干性能は劣るかなとは思うので、ここはまあ短所かなっていうふうに思っております。それ以外はガチの最強です。はい。なので、ベジータを使うときは、ぜひ先方で使ってみてください。って感じですかね。はい。はい。他なんかないかな。俺言ったっけ？多少言ったかなもう全部。はい。で、黒ベジと相性のいいキャラクターは、個人的にはバーダックですね、今は。この行動が最強です。後ろ下がりながら、気弾を投げて、このアシストをやると、どっからでも2択に行くことができます。こんな感じですね。あとはやっぱりビーム足だったり、立ち回りを強く立ち回りを強くするアシストですね。まあ今でしたら、超悟空だったり、フリーザーだったり、トランクスだったり、まあクリリンもそうですね、カメハメハ足ありますし、ヤムチャもそうですね。まあ、青年とかも強いですし、まあなんし、まあ僕ブラックもそうですね。立ち回りを強化するようなアシストがあれば、ベジータはすごい相性がいいです。まあ自分で、まあ自分一人で全然逃げ回って立ち回る、触ることができるんですけれども、アシストがあれば、まあ、さらに相手は近づけなくなるんで、まあ、先方を特化させたいっていう意味でも、まあ、ぜひ、アシスト強い技、アシスト強いキャラクターを後ろに控えさせておきたいなっていうふうに思います。って感じですかね、ベジータは。ナッパもいいと思いますよ。ナッパもアシスト強いんで。